こんにちは。今日はトップダウンのプルオーバーを作っていきます。襟縫いの方はシンプルで、下の方だけ綺麗な花模様で作っていきます。とても可愛いプルオーバーが出来上がります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。使用する糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%。色はアップルグリーン。40g で96メートル。使用かぎ針の目安は6号。今回はこれで編んでいくんですが、同じもので白もあって、これで編んでも可愛いかなと思います。この糸はこんな感じで、綿 100% で、太さは 1.5 ミリぐらい。この糸を使って編んでいきます。針は8号を使います。もう少し細くても大丈夫です。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。まず、鎖編みをして、これを好みの長さまで編んでいきます。この長さは作りたい襟縫いの広さになるまで。これぐらいにしたいときには、この長さだけ鎖を編んでいきます。まず鎖を編んで輪にして、好みの長さにします。この長さはもし狭めにしたいときには60センチとか、広くしたい場合には70センチとか、首元に実際に当ててみて、好みの長さにします。もっと広くても大丈夫です。ここで長さを決めて、この長さだけ鎖を編んでいきます。鎖を編んでから細編みを1段だけ。細編みができたら輪にして、で細編みをつないで、4点にマーカーをつけます。マーカーをつけた4点で長編みを3つにして、ここも3つにして、広がるように編んでいきます。ここは1つに1つの長編み。ここだけ3つ。という風に編んでいきます。この長方形は、だいたい3対2から2対1。こんな感じの長方形が綺麗なバランスの襟縫いになると思います。だいたいこれぐらいの間でマーカーをつけます。具体的な数は、こことここが同じ数。こことここが同じ数。数を数えていいバランスで決めていきます。で、ここが決まったら、次は、こっちが後ろ。こっちが前。で、後ろの鎖の数を、例えば、5個、マイナス5、5個減らして、その分を前に移動させます。なので、プラス5。もっと少なくても大丈夫です。奇数でも偶数でも大丈夫です。こっちを3つ減らしたときには、こっちも
同じ数。偶数でも奇数でも大丈夫です。そうすると、出来上がった時に、この分だけと数が増えて前に垂れ下がる形になります。この前が下がると首元がきれいに見えるのと、あと着心地が楽になります。なので好みの数の分細編みを移動させます。こことここは同じ数で台形になります。で、後で袖ぐりを合わせた時に前の方が長くなります。こんな感じでマーカーをつけていきます。この数はお好みで大丈夫です。この数が増えると、この垂れ下がる長さが変わってきます。数が多いほど下に大きく垂れ下がります。これはお好みもあると思うので、少ないとほぼ同じぐらい、多くすると首元が広くなります。こんな感じで決めていきます。これから具体的に鎖編んで細編みを編んでマーカーをつけていきます。鎖編みをしていきます。この時少し長めに糸端を残しておきます。だいたい20センチぐらい。途中からスタートします。でこの時ゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます。このまま好みの長さになるまで編んでいきます。鎖編みをしてきました。私は長さ73センチ。鎖の数は110。で、この状態で出来上がりのサイズを想像するのは少し難しいので、少し長めに鎖を編んで、1段目の細編みを編んで、それで長さを決定しようかと思っています。今編んだ鎖の上に細編みを編んでいって、で、また首元に当ててみて、ここぐらいでよかったらここでストップして余分な鎖はほどいておきます。こんな感じでイメージした好みの長さにしていきます。なのでまず細編みを編んでいきます。好みの長さになるまで編んで、そこでストップします。で、糸が出ているところから続けます。細編みをするので鎖をもう一つ。一つ戻って二つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、二つ目に細編み。で、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み。このまま好みの長さになるまで編んでいきます。好みの長さになったら一旦そこでストップします。首元に当ててみて長さを調節します。好みの長さになるまで細編みをしてきました。私はここで好みの長さになったのでストップして余分な鎖はほどいておきます。この長さは73。ちなみに鎖の数は106。好みの長さになったら次はこれを輪にします。こことここ。まずねじれていないか確かめます。これが最後の細編み。
これが最初の細編み。この2本の糸の下で引き抜きます。これでつながりました。で、この時この細編みの下の方がつながっていないので、この糸端を使って後で縫い合わせて整えます。そうするときれいに出来上がります。次は4点にマーカーをつけます。今つないだところはこの位置、4点にマーカーをつけます。で、この比率は3対2から2対1ぐらい。ここはこっちと同じ。とりあえずそこまで決めていきます。4点にマーカーをつけました。私はこれが1つ目。このマーカーを含めて数えて20個目にマーカー。またこのマーカーを含めて数えて35個目にマーカー。マーカーを含めて数えて20個目。で、また35個目はこの1つ目のマーカーのところ。もし端数があればこの部分かこの部分で調節します。で、さっきも説明したんですが、この前と後ろ、前の部分を広くします。後ろの分を持っていって前を広くします。私は後ろから細編み1、2、3、4、5、細編み5つ。こっちは減らして前を広くします。もう一度マーカーを付け替えることになります。マーカーを5個ずらしました。こんな形になっています。こっちが前で襟縫いがこんな形になります。2周目を編んでいきます。このマーカーのところで長編み3つにします。今糸が出ているところ、ここは細編みのマーカーがついているところ、ここを3つにします。3つ編むんですが、そのうちの1つを細編み3つにします。1、2、3。もし見分けにくくなりそうだったらマーカー。同じところに長編み1つ。これで鎖3つと長編み1つ。これは後で1周編んでから最後にもう1つ長編みをして長編み3つにします。次からは1つに1つずつ長編み。次のマーカーの手前まで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところには長編み3つ。1、2、3。これで1つに3つ。で、真ん中にマーカーをつけておきます。次からまた1つずつ。まず隣。
このまま次のマーカーのところまで。ここまで来たらまた長編み3つ。ここでも3つ。ぐるっと編んでスタートしたところまで戻ってきます。長編みで1周編んできました。マーカーのところは長編み3つ。こっちも3つ。で、スタートしたところ。最後は、この鎖の入っているところ。ここに長編み1つ。もう一度ねじれていないか確かめます。ここ。これで一つに長編みと鎖と長編み。長編み3つ分になっています。鎖の下から3つ目に引き抜きます。ここに1つあるので、1、2、3。上が2本で、下は1本の位置。引き抜きます。これで3つ。次も3つ編んでいきます。この真ん中の鎖の上に鎖3つ。で、同じところに長編み1つ。次から1つずつ。まず。で、さっきと同じなんですが、ここでもまた3つ。ここまで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにまた長編み3つ。ここ1、2、3。で、真ん中にマーカー。次から1つずつ。このまま1つずつ。で、またマーカーのところで3つ。ここも3つ。で、スタートしたところ。ここもさっきと同じなんですが、もう一度ここだけ編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。最初の鎖の入っているところ、長編みをします。ここでもいいし、ここでも大丈夫です。最初の鎖の下から3つ目、引き抜きます。これで3周目が終わりました。次は4周目。また同じです。1、2、3。同じところ。次から1つずつ。まずここ。これを繰り返してしばらく編んでいきます。好みの長さになるまで。
それと最初に糸端を残していました。この糸端を使ってこの最初の細編みのところ、ここに細編みの入っている鎖、この下に針を入れて、こっちはこの細編みの入っている鎖、こことここをつないでいこうかと思っています。ここは結び目、ここが鎖、こっち側に針を入れて、でここに入れようかと思います。でこっちが裏なので裏に出します。ほどけないようにしてで大きさを揃えます。あとはほどけないように行ったり来たりします。こんな感じになりました。でこっちを続けて編んでいきます。17センチ編んできました。段数は最初の細編みを含めて12段。この長さは実際に頭を通してみて、で肩に当ててみて、でこれが袖ぐりになります。この角が脇の下に当たる部分、この角と角がギリギリつながるぐらいにします。これがもっと重なるようであればゆったりとした袖ぐりになります。なのでゆったりとした感じにしたかったらこんな感じ、これが普通ぐらい。この後鎖でつなぐので、今この段階ではこれぐらいで大丈夫です。でもしこれが足りなかったらもう少し編んでいきます。大丈夫だったらこれでヨークの部分は終わりにします。今の状態はこんな感じ。これを折り曲げて、でこの角と角を鎖でつないで袖ぐりを作ります。こっちも同じで、ここが前でこっちが後ろで、今表が上の状態。編みやすいように上下を逆にします。でこちら側にマーカーをつけます。こちら側をピンクにして、こっちを違う色にしてブルーにします。でこの角の真ん中、長編みが3つあるので真ん中にマーカーをつけます。こっちも同じ。角の真ん中、3つの真ん中で、ここは前をたどって、こっちの角3つの真ん中で、こっちの角はで、これが今まで編んできた糸。この隣に鎖3つ、この鎖の下から3つ目にマーカーをつけました。この手前が今まで編んできた糸で、こことここを
つなぎます。今まで編んできた糸は休めておいて、新しい糸、こちら側からつないでいこうと思います。でこのピンクのマーカーをつけたところ、ここに針を入れて、新しい糸、この時この糸端を15センチから20センチぐらい残して、で糸を引き出して鎖、これを引き締めて、糸端は少し長め、ここから鎖を編んでいきます。鎖を5つ、1、2、3、4、5で反対側につなぎます。ここをたどって次の角のマーカーのついたところ、ここにつなぎます。で鎖で表から針を入れます。で引き抜いてつなぎます。これでつながりました。でもう一度引き抜いて糸を切ります。またここでも少し長め、この糸端は後で使います。次はこっち側、こっちが終わって、次は前を通ってこことここ、また新しい糸、で表から糸長め、引き締めて鎖5つ、1、2、3、4、5でまたたどって表から鎖1つ、でこの状態で腕を通してみて、できつくないかを確認します。もしきつかったらここをもう一周編むか、この鎖を少し増やします。であと2つ増やして7個とか、逆に狭くしたい時には3個とかにします。でこれで脇の下が出来上がりました。次は細編みで1周します。袖の部分は編まないで、ここだけ編んでいきます。で残っていた糸、長い糸で、糸が出ているのは鎖1つ、根元に細編み、ここにでマーカーをつけておきます。で
この糸端は編みくるまないで置いておきます。次から鎖、ここは引き抜いた糸、鎖ではなくて引き抜いた糸、ここには鎖5つ、1、2、3、4、5、一つに一つの細編みで、表でも裏でも大丈夫です。下の方が2本になるように編んでいきます。表でも裏でも大丈夫です。2本が裾の方、こっちは1本で細編み、これが鎖の上に1つ目、2つ目の鎖に細編み、3つ目の鎖、4つ目、5つ目、これは結ぶために引き抜いた糸、ここには編まないで、この3つ長編みをした真ん中、細編み、こんな感じになります。次から長編みの上に細編み、一つに一つずつ、このまま一つに一つの細編みでずっと編んでいって、この鎖にも細編み、鎖が5つあるので1つずつ細編み、1、2、3、4、5、細編みを5つ編んでいきます。でここでは3つの真ん中、ここに細編み、次はここ、ここ、ここと編んで一周してスタートしたところに戻ってきます。細編みで一周してきました。これが最後の細編み。最後の細編みは長編み3つの1つ目、これが最後の細編み。最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。次は長編みを編んでいきます。まず鎖3つ、1、2、3、下から3つ目にマーカー、これは長編み1つの代わりです。同じところに長編み、これで鎖3つと長編み1つ。この週ではずっと長編みを編んでいきます。ただ次の週で模様編みをしていきたいので、この長編みの数を12の倍数にします。長編みを編んで12の倍数に調節します。それと今回このヨークの下、ここを少しだけ膨らませて編んでいこうかと思っています。まっすぐではなくてほんの少し広げるように編んでいきます。そのために一つに一つの長編みを編んでいくんですが、途中で何箇所か一つに長編み2つ、また一つに一つ編んで一つに2つと編んで、長編みの数を増やして少し膨らむように編んでいきます。これは一つに2つ編む長編みを増やすとボリュームが出てたくさん広がるようになります。一つに2つが少なければほんの少し広がるようになります。
私は今回長編み4つに次を1つに2つと編んでいこうかなと思っています。普通の長編みを1、2、3、4、次を2つとか、これはお好みで長編み3つ編んでから2つとか、さらに長編みを6個編んでから2つとか、10個編んでから2つとか、これは好みの形にします。そうすると綺麗な可愛いシルエットになります。私は今回長編み4つ編んで、次に1つに2つ編んでいこうかと思っています。これはお好みで調整してください。この鎖は長編み1つ分、1つに2つ入っています。次から普通の長編み4つ、1、2、3、4で、次を2つにしてみます。しばらく編んでみて、ちょっとボリュームが多すぎるようだったら途中で調整しようかと思っています。しばらく編んでいて好みの形にしていきます。ここで1つに2つにしました。2つで、大体で合わせていってぐるっと編んで、最後に12の倍数になるようにします。途中で変則的になると思います。長編みで1周してきました。今長編みは12の倍数。最初の鎖に引き抜きます。1、2、3、上が2本で下は1本。引き抜いてつなげます。次は模様を編んでいきます。まず鎖4つ、1、2、3、4、1、2、3、4、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、1、2、次も長編み、次も、これで鎖4つと長編み3つ、鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目、ここに長々編みをします。長々編みは2回絡めて、1、2、3で2本から引き抜きます。2本から引き抜きます。これが長々編み。また鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばして3つ目、長編みをします。1、2、3で、長編みは3つにします。2つ目、3つ目、これが花の下の花びらになります。で、次の花、鎖1つ、またこの長編み3つ、足元は1つ飛ばして2つ目、1、2、3、次はこの部分、鎖
2つ、1、2、足元2つ飛ばして3つ目、長々編み、1、2、3、これで長々編み、鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばします。長編みをします。長編みは3つ。こんな感じで花が出来上がっています。次はこの部分、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、次はこの部分、鎖2つ、1、2、長々編み、1、2、3、鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばして3つ目、長編み3つにします。次はこの部分、3つの隣、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目で、長編みは3つにします。次はこの部分、鎖2つ、長々編み、鎖2つ、これを繰り返して1周します。花模様の1周目はできました。最初の鎖の下から3つ目、引き抜いて模様をつなげます。これで長編み3つ分。次は2周目、鎖3つ、1、2、3、次は下の鎖の下、ここに針を入れて長編み、次もこの長編みの上、これで鎖3つと長編み2つ、次は花びら、鎖4つ、1、2、3、4、1、2、3、4、下の長々編みの手前、ここに細編みをします。細編み1つ、次は長々編みの上、ここに細編み、次はまた隣、ここに針を入れて細編み、これで細編み3つ、この部分は花びら、次また鎖4つで花びらを作ります。1、2、3、4で、次はこの長編み3つのこことこことここ、長編みをします。
次は鎖の下、次はここ、次また花びら、こっちと同じ鎖4つ、1、2、3、4、細編み、まずここ、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 次は長々編みの上、でまた鎖4つ、3、4、次の長編みのここ、ここ、ここ、これで長編み3つと花びら、これを繰り返していきます。鎖4つ、細編み、鎖4つで長編み、これを繰り返していきます。次もここに花びら、鎖4つ、細編み3つ、鎖4つで長編み3つでまた鎖4つ、これを繰り返して1周します。模様編み2周目の終わりまで来ました。これが最後の花。今鎖4つ編んだところ、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで最後も花びらが出来上がりました。次は模様編みの3周目、鎖4つ、1、2、3、4、1、2、3、4、足元1つ飛ばして2つ目、長編み、これで鎖4つと長編み1つ、四角ができました。次は下の花びらに針を入れて長編みをします。花びら、もう一つ、これで長編み3つ、鎖2つ、1、2、細編みの真ん中に長々編み絡めて、4、これで長々編み、こんな感じの花が出来上がります。こっちにも鎖2つ、1、2、花びらに長編み2つ、次はここ、
これで長編み3つ花が出来上がりました。次からも同じようにここに長編み3つ、まず鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目長編み、次は花びら、これで長編み3つで、花びら、鎖2つ、長編み、鎖2つ、長編み、これを繰り返していきます。次も同じ鎖、足元1、2、またここに花びらで長編み3つ、123、123でまた花びら、これを繰り返してスタートしたところまで戻ってきます。模様編み3周目の終わりまで来ました。今長編み2つ編んだところ、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで模様がつながりました。次は4周目。4周目はこの四角から糸を出してスタートします。このまま四角の中、これをかぶせるようにして引き抜いて、四角から糸が出ました。ここから鎖を6個、1、2、3、4、5、5、6、1、2、3、4、5、6で、下の長編み3つ、ここに長編み、これで鎖6個と長編み1つ、下の花びらに長編み2つ、これで長編み3つになりました。鎖1つ、また長編み3つ、次はここ、こ
こんな感じで編んでいきます。で鎖2つ、1、2、下の四角に長々編み、この長編み3つと長編み3つの間、長編み、これが花びらになります。鎖2つと長々編み、鎖2つで、ここで花びら、これがこれから作る花びらの下の方。これを続けていきます。長編み3つと長編み3つと花びら、長編み3つ、鎖1つ、長編み3つ、でまたこの部分、鎖2つ、長々編み、1、2、模様編み4周目の終わりまで来ました。これが最初に編んだ鎖6個。今長編み3つ編んだところ。次は鎖2つ。1、2。最初の鎖の下から4つ目。1、2、3、4。これでここにも花びらができました。次は細編み。この部分を編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み。見分けにくくなりそうだったらマーカー。次はこの花びらの中、ここに細編み。これで細編み2つ、鎖4つ、この部分を編んでいきます。1、2、3、4で長編み、これでここからスタートして花びら1つ。次もここに花びら、鎖4つ。1、2、3、4。細編み。1、2、3、4。長編み。ここにも同じく1、2、3、4。細編み。
2、3。長編み。これで花と花の間に花ができていきます。同じように編んでいきます。鎖4つ、これで一周します。5周目の終わりまで来ました。今長編み3つ編んだところ、鎖4つ、1、2、3、4。最初に編んだ鎖の手前、ここに針を入れて細編みをします。これで細編みが3つ、他と揃いました。1つ目の細編みに引き抜きます。次は鎖6個、1、2、3、4、5、6で、花びらに長編み2つ、でこの長編み、鎖で、ここは花びら、鎖2つ、この部分は下のこの部分と同じように編んでいきます。ただこのスタートする部分だけもう少し編んでいきます。6周目の終わりまで来ました。これが最初に編んだ鎖、最後は鎖2つ、1、2、最初の鎖の下から4つ目、1、2、3、4、ここに引き抜きます。これで下の花が出来上がりました。次はこの花びらの中からスタートします。このまま花びらの中、糸を出してこれをかぶせるようにして引き抜きます。これで花びらの中から糸が出ました。ここからスタートします。これは7周目、鎖3つ、1、2、3、もう一つ長編み、花びらに長編み、次はここ、
こに花を作っていきます。鎖2つ、長々編み、これで編んでいきます。続けて1周編んでいきます。7周目の終わりまで来ました。今長編み3つ編んだところ、鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。次は8周目、鎖7個、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7。細編みをします。こことこことここ。今までと同じです。次はこれで細編み3つ、鎖4つ、4で長編み、これが1つ目の花。同じようにぐるっと編んで戻っていきます。8周目の終わりまで来ました。これが最初に編んだ鎖。これが最後の花。鎖4つ。最後は長編み3つ。まずここに1つ。次は四角。鎖3つ。これで長編み3つにします。まずここ。次はここ。鎖の下から3つ目。これで長編み3つ。模様がつながりました。次は9周目。鎖3つ。1、2、3。下の花びらに長編み2つ。鎖2つ。長々編み。1、2。これは今までの花と同じです。これで1周編んでいきます。9周目の終わりまで来ました。今長編み3つ編んだところ、鎖1つ。最初の鎖の下から3つ目。これはこの部分と同じです。下から3周目。ここと同じです。で、次はここからスタートします。3つと3つの間。今ここから糸が出ています。この糸をここに移動させます。後ろに戻るので、ちょっと裏返して、で、さっきと同じように針を入れて、これで四角から糸が出ました。
鎖6個、1、2、3、4、5、6、6で、下の花びらのこの部分、長編み、これで一周して、最後はここと同じ下から4つ目に引き抜いて細編み2つ、ここと同じように編んでいきます。次はここと同じ、これを繰り返して好みの長さになるまで編んでいきます。この長さはお好みで、長くても短くても大丈夫です。このままお好きな長さまで編んでいきます。下の花模様の部分を編んできました。長さは花模様が始まったところから測って26センチ、段数は18段、花の数は1、2、3、4、5、6、6個。この長さはもっと長くしてワンピースのようにしても可愛いと思います。普段着る服に合わせて好みの長さにします。で、これで好みの長さになったら、最後は細編みを2周編んでいきます。ちょっと編んでみて3周にしてもいいかと思います。糸が出ているところから、次は普通の細編みで1周します。まず鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。次は鎖の下、2つの鎖の下に2つの細編み、次は長編みの上、1、2、3、次は1つの鎖の下、1つの細編み、また長編み、1、2、3、また鎖2つ、細編み2つ、長々編みの上、鎖2つ、長編み、また鎖の下、1、2、長々編みの上2つ編んで1周します。1周したら最初の細編みに引き抜きます。引き抜いて鎖1つで、また細編みの上に細編み1周編んで、最後にここまで戻ってきます。細編みで2周編んできました。最後に糸始末をします。針で始末するので少し長めに糸を残して、
最後の細編みから糸を抜きます。これが最初の細編み。その隣、端から1、2、2つ目に手前から向こう、これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。裏に出して大きさを揃えます。あとは裏でほどけないように隠します。これで裾がつながりました。脇の下をつないだ時の糸端、これは長めに残していました。この糸を使ってこの脇の下のこの部分、ここが伸びていたり緩くなっていたら、この糸端を使って整えようかと思っています。そうするとしっかりとするし、見た目も良くなります。大丈夫だったらしなくて大丈夫です。こういうところが伸びていると思うので、この糸を使って脇の下に当たる部分に隠しておきます。これでしっかりと丈夫になりました。他も同じようにこの糸で整えておくと便利です。これで出来上がりました。とても綺麗な模様編みになっています。袖は脇の下に鎖つで余裕分を作っています。とても着心地が楽になっています。襟ぐりは前の方を広くして首元が綺麗に見えるようにしました。とても綺麗なプルオーバーが出来上がりました。サイズを測りました。サイズを測りました。上から下まで53、襟ぐりからは44、横幅は一番広いところで47、襟ぐりは73、使った糸は 170g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。